ピコピコピーン。僕の名前はピコです。ピコーズのミッションはふるさとの明日をハックすること。僕の名前はピコです。それではスタートです。ピコピコピーン。今回は古川代表が成田山新商寺へ向かいます。旅のスタートは成田駅。駅前には人の行き来があって観光のワクワク感とこれから歴史ある場所へ向かう少し特別な空気が混ざり合っています。ここから新商寺までは表参道を歩いて向かいます。地図で見れば一続きの道なんですが、実際に歩き始めるとただ目的地へ進むというより街の時間そのものをたどっていくような感覚になります。関東の中でも特に知名度の高い寺院の一つで成田という街そのものがこの新勝寺とともに発展してきたことがわかります。つまりここではお寺だけを見るのではなく街全体が成田山の文化圏として続いてきたその流れごと味わうことができるんです。そもそも成田山新勝寺は平安時代に開かれたと伝わる歴史ある寺院です。長い年月の中で人々の願いを受け止めながら今の成田の街と一緒に歩んできました。時代が変わっても人がここへ手を合わせに来るという流れは途切れず、その積み重ねが今の風景を作っています。成田山といえば不動明王への信仰、厄除け、言えない安全、商売繁盛、交通安全、学業成就などさまざまな願いを胸に多くの人がこの場所を訪れます。一人一人の願いは違ってもこの場所へ向かう気持ちにはどこか共通するものがある。そう思うと参道を歩く時間そのものにも自然と意味が生まれてくる気がします。参道を歩いていると歴史ある街並みの中に今も人の流れがしっかり息づいていて昔から続く祈りの道なんだなぁと実感します。観光地としての賑わいはあるのにただ派手なだけではなくてどこか落ち着きがあるんです。古川代表もただ目的地へ向かうのではなくこの街の空気ごと味わいながらゆっくりと新商寺へ向かっていきます。お店の看板、漂ってくる香ばしい匂い、観光地らしい明るいにぎわい、そして時々見える落ち着いた名護の景色、歩くたびに見えるものが少しずつ変わっていくので進んでいるだけなのに飽きません。こういう寄り道の時間こそ成田山の楽しさかもしれません。参拝前からすでに旅は始まっている、そんな感覚になれるのがこの表参道の魅力です。寺に着いてからが本番ではなく駅を出た瞬間から少しずつ気持ちが整っていく。これから先には成田山ならではの名物グルメや門前町ならではの老舗も登場します。お寺に着くまでの道のりもしっかり楽しみながら進んでいきます。今日は新商寺そのものだけでなくその手前にある町の魅力も含めて成田山という場所をじっくり味わっていきます。ピコピコピーン。表参道を抜けるといよいよ成田山新勝寺に到着です。ここまでの賑やかな町武器から一転して境内にいると空気が少し変わるのがわかります。門前町の明るい活気はそのまま余韻として残っているのに足を踏み入れた瞬間自然と気持ちが引き締まる、そんな独特の切り替わりがあります。観光地の続きでありながら明らかにそれだけではない場所に来たんだと感じさせてくれます。境内には少し張り詰めたような、それでいてどこか落ち着く空気が流れています。建物の大きさ、石畳の雰囲気、参拝に訪れた人たちの足取り、その全てがここが特別な場所だと感じさせます。人は多くても騒がしすぎずそれぞれが自分の時間を持ちながら歩いている感じがあってその静かなまとまり方が心地いいんです。写真を撮る人、手を合わせる人、家族で歩く人、一人でゆっくり見て回る人、いろいろな過ごし方が同じ場所の中に自然に収まっているのもこの場所の懐の深さだと思います。観光地としての楽しさと信仰の場としての静けさ、その両方が同居しているのが成田山新勝寺の魅力です。どちらか一方だけではなくにぎわいと厳かさがきちんと共存している。だからこそ初めて来た人でも入りやすくそれでいて軽い気持ちだけでは終わらない深さがあります。歩くだけでも背筋がスッと伸びるような感覚があってここから先はより深くなり田山の世界に入っていくんだなという気持ちになります。古川代表も表参道で感じていた旅のワクワク感から少しずつ参拝の気持ちへと切り替わっていきます。賑やかな道を抜けてこうして静かな境内に立つと同じ一日の中で全く違う空気を味わえることに気づかされます。成田山は町から寺へ、観光から祈りへ、その流れがとても自然なんです。だからこそただ有名な寺院を見に来たというより成田という場所の中にある大きな時間の流れを歩いているような感覚になります。ここから先は本殿へ向かいながらさらに成田山の魅力を近くで感じていきます。
ピコピーン。そして本殿へ。ここまで来ると境内の空気もさらに引き締まります。遠くから見ても立派だった建物が近くまで来ることで一段と存在感を増して思わず見上げてしまうような迫力があります。堂々とした建築は近くで見るほど重みがあって、長い歴史の中で多くの人の祈りを受け止めてきた場所なんだと実感します。建物の大きさだけで圧倒するのではなく、静かにそこにあり続けてきた強さのようなものが伝わってきます。細かない角焼き組、牢内へ向かう流れの一つ一つに祈りの場としての格式があります。柱や屋根の作り、視線の抜け方、階段を上がって本殿が近づいていく感覚まで含めて、ここは日常の場所とは違う時間が流れていると感じさせられます。古い建築というだけでなく、今も多くの人が手を合わせる現役の祈りの場所として息づいている。そのことが建物全体の空気をより深いものにしています。中にいると外のにぎわいとは違う静かな時間が流れています。さっきまで参道で感じていた観光地らしい明るさがここでは少し遠くなって、代わりに落ち着いた集中のようなものが場を満たしています。参拝に来た人たちがそれぞれの思いを胸に手を合わせていく姿も印象的です。誰かの声が大きく響くわけではなく、それでも多くの気持ちがここに集まっているのが伝わってきます。そういう空間に身を置くと自分も自然と静かな気持ちになっていきます。成田山新勝寺は不動明王信仰の中心として多くの人の願いを受け止めてきた場所です。本殿の前に立つとその理由が少しわかる気がします。ただ立派な建物を見るだけではなく、その場の空気に触れることでこのお寺が長く大切にされてきたことが自然と伝わってくるんです。参拝という行為そのものはシンプルでも、そこへ向かう気持ちやここまで積み重なってきた時間を感じることで体験の重みがぐっと増していきます。古川代表も観光として見るだけではなく、一つの節目としてこの時間を味わっているようです。目に入るもの全てが派手すぎるわけではないのに、しっかりと心に残る。それが成田山の本殿の魅力です。豪華さを見せるための空間ではなく、静かに人の気持ちを受け止めてくれるような空間だからこそ、訪れた後にじわっと印象が残るんだと思います。写真だけでは伝わりきらない空気があって、実際に立ってみて初めてわかる感覚がある。こういう体験があるからこそ成田山は何度でも訪れたくなる場所なんだと思います。ピコピコピーン。参拝の後はおみくじにも挑戦します。こういう時間って旅先ではついやりたくなりますよね。景色を見てお参りをして、それだけでも十分に満たされるんですが、最後にもう一つ、その日の記憶に残る小さな出来事が欲しくなる。おみくじにはそんな旅のアクセントみたいな魅力があります。結果そのものも気になりますが、引く前の少しそわそわする感じも含めて楽しい時間です。何が出るかなと少しワクワクしながら引いてみると、結果は小吉、大吉ではないけれど悪すぎない、むしろ今の自分にはちょうどいい気がする。そんな風に受け止められるのもおみくじの面白さです。大きく上がったりも下ったりする結果よりも、現実に寄り添ってくれるような言葉がかえって心に残ることがあります。小吉という結果には背中を強く押す派手さはないかもしれませんが、その分静かに前を向かせてくれるような優しさがあります。旅先で引いた言葉って不思議とよく心に残ります。その場では軽く読んだつもりでも、後になってふと思い返したり、意外なタイミングで意味が深まったりするんですよね。今後のヒントとして受け取りつつ、この日の思い出の一つになっていきます。参拝という少し特別な時間の後だからこそ、おみくじの言葉もただの占いではなく、旅の中で出会った一つのメッセージのように感じられます。派手ではないけれど、こういう小さな体験が後でじわっと効いてくる。それもまた成田山散策の魅力です。古川代表にとってもこの小吉は今日という一日の空気を柔らかく締めくくってくれる存在になったのかもしれません。大きなイベントではなくても、こうした小さな出来事があることで旅の記憶はぐっと立体的になります。成田山で過ごす時間は建物の迫力や歴史だけではなく、こういう何気ない一場面まで含めて印象に残るんです。ピコピコピーン。そしてもう一つ大事な楽しみが御朱印です。参拝を終えた後にその場所を訪れた賞を形として残せるのが御朱印の魅力。写真を撮るのとも
っていく思い出のような存在です。ボシュ院長を開く瞬間には、これからこの一冊にまた新しいページが加わるんだというちょっとした嬉しさがあります。墨書きの力強さや印の美しさにはやっぱり特別な味があります。手書きならではの線の表情や朱印の鮮やかさを見ると、同じ場所を訪れても毎回少しずつ違う出会いになるんだろうなと感じます。整いすぎていないからこそ、人の手を通して生まれる温度が伝わってくる、そういうところも御朱印が長く愛されてきた理由なんだと思います。写真や映像とはまた違う形でその日その場所の記憶を持ち帰ることができる御朱院長にはそんな魅力があります。旅を重ねるほどにページが増えていくのも嬉しいところで、一冊の中に自分の歩いた場所やその時々の気持ちが少しずつ蓄積されていきます。後から見返した時にただ場所の名前を思い出すだけではなく、その日の天気や歩いた道、感じた空気まで一緒に蘇ることがある御朱院長は、そういう記憶のスイッチにもなってくれます。古川代表にとっても今回の成田山訪問がしっかり一冊の中に刻まれました。表参道を歩いてきた時間、本殿の前で感じた静けさ、おみくじを引いた時の気持ち、そうした一日の流れが御朱印という形で最後に綺麗にまとまっていく感じがあります。参拝の余韻を残しながら静かに御朱印帳を閉じる時間、この締まり方がなんともいいんですよね。賑やかな旅の終わりではなく、少し気持ちを整えて終われる、その静かな締めくくりもまた成田山らしい魅力の一つだと思います。ピコピコピーンということで、今回は成田駅から表参道を歩き、成田山新勝寺までの道のりをじっくり楽しんできました。参道のにぎわい、老舗の存在感、そして本殿の静かな空気、成田山は歩くほどに表情が変わる場所でした。ただ有名なお寺を見に行く、それだけでは終わらない、街の歴史や人の流れ、食の魅力まで含めて一つの旅として味わえるのが成田山の面白さです。そして次回はさらに成田山の奥、後編では成田観光その辺をお届けします。お寺の周辺とはまた違うゆったりとした景色や空気を古川代表と一緒に見ていきましょう。それでは次回もピコピコピーン。